今回はキューベース10を使用したヒップホップ、トラップビートを基調としたポップミュージックの作り方を解説いたします。サードパーティー製のインストゥルメント、エフェクト、サンプルは使用せずに、キューベースバージョン10の新機能を活用した制作テクニックをご紹介していきます。第1回目はトラップ系ビート作成のポイントとなります。まずは当シリーズで使用していく楽曲をご視聴ください。I've been trying to fight it, but I can't deny it. Who would have thought everything would turn out to be this way? So strange, but it's true. They say that I'm crazy, that I should think it over. I'm losing my mind, but I know deep inside I'll never be the same again. Oh, the way you touch my hair, how I love the way you stare. Every time I see you, my heart skips a beat. I know you can feel it too, baby. I'm defenseless and it's true. At your mercy, what to do? You see my heart on the line. I know I sound like a fool. I'm defenseless and it's true. I can't help but fall for you. Everything that I do for you. So please say you love me too. ここからリズムトラックを作成していきます。一度リズムの完成形をご視聴ください。ハイハットに左右のパンが振られ、立体的な処理を行っている点、ロールと呼ばれる細かな連打でリズムにメリハリを演出している点がポイントです。まずはじめにドラムサンプラーのグルーブエージェント SE を立ち上げます。キューベース10になり、インストゥルメントを画面右にあるメディアラックから追加可能になりました。VST インストゥルメントを選択後、リストから立ち上げたいインストゥルメントを任意の場所にドラッグするだけで音源が立ち上がります。グルーブエージェントの準備ができましたので、ドラムサンプルの選択を行っていきます。こちらもキューベース10から追加された機能です。ヒップホップやトラップ系のビートで即戦力となるサンプルパック、ヒップホップボルトが加わっています。サンプルの選択はメディアラックをホームに戻り、ループ&サンプルを選択すると各サンプルパックが表示されます。この中からヒップホップボルトを選択します。まずはここからキックを探しますが、リストには様々なサンプルが表示されているため、サブカテゴリーからキックドラムを選択し、キックのサンプルのみが表示される形にします。どのサンプルもジャンルに最適化されていますので、好みで選択していきますが、今回は重心の低さと明瞭なアタック感が感じられたこちらのサンプルを使用していきたいと思います。サンプルが決まった後は、グルーブエージェント SE の任意のパッドへドラッグしてサウンドを割り当てます。スネアも同様の手順となります。ここではピッチが異なる2つのサンプルをパッドへ追加します。ビート作成のポイントとなるハイハットは LR にパンを振るアプローチを行うため、同じクローズハイハットのサンプルを2つのパッドへと追加します。そして各パッドのパンニングを L と R へ振り分けます。それではサビ部分のドラムパターンを作成していきましょう。テンポについてはハイハットへ細かなダブルタイムのビート感を与えることがトラップビートの特徴となります。そのためテンポを実際に感じられる倍の150という形で設定しています。まず基本パターンを作成する必要がありますので、2小節で1ループ分の MIDI イベントを作成します。最初にハイピッチのスネアをバックビートになる3拍目に配置してビート感を固定しておきます。次にループ再生を行いながらキックを好みの箇所に配置します。この際、テンポを倍で取っているため16ボンプは細かすぎます。そのためグリッドを8ボンプに設定し、パターンが複雑になりすぎないようにすることがポイントです。
続いて低いピッチのスネアを用いて27小節目の4拍目8分裏、28小節目1拍目の8分裏に配置します。この部分でリズムに装飾が加わります。メイン3拍目のスネアにもノートを重ねる形で配置し、ビートのアクセントを強調していきます。この結果、スネアが2つ鳴る箇所、片方だけが鳴る箇所ができ、アクセントになるメインスネアと装飾のスネアを差別化することができます。次は今回の肝となるハイハットを入力していきます。当ビートは LR に振った2つのハイハットの兼ね合いとロールによるリズムの緩急がポイントになります。まずは片方のハイハットで8分音符を刻みます。その後、逆側のハイハットを 9.8分音符の間隔で打ち込んでいきます。この状態で再生してみましょう。一見異なる動きをしているハイハットは不規則に感じられるかもしれませんが、ビート全体で聞いてみると面白いパターンとして聞こえてくることが感じていただけるかと思います。次に片側のハイハットへロールを入力していきます。この際のポイントはロールを印象的に聞かせるためにキックとスネアが被らない箇所へ入力していくという点です。当ビートでは後半1小節の2拍目以降にキック、スネアの隙間があります。ここに配置していきましょう。ロールの細かさは32分音符、32分3連音符、テンポによっては64分音符なども用いられますが、ここでは32分3連として入力していきましょう。この状態で再生してみましょう。常に一定の細かさを維持していくのも良いですが、後半部分で徐々に間隔が広くなっていくように入力することで、ビートにスムーズな流れを与えることができます。また、このようにロールの最中にもう片方のハイハットを混ぜるということもビートを印象的に聴かせるテクニックとなります。ぜひ様々なパターンを試してみていただければと思います。次回はこのビートに対してベースサウンドの作成を行い、フレーズを重ねていく流れを解説いたします。動画が参考になりましたら、グッドボタン、チャンネル登録もお願いします。ご視聴ありがとうございました。